こんにちは。今日はちょっといつもと違って、いつも僕、ポッドキャスト作ってるんですけど、今日はちょっと違うんですね。僕、明日から、旅行に行くんですね。友達に会いに、岩手に行くんですけど、その前の日にちょっとパッキングしようと思って、いろいろ荷物ですね。服とか、他にもいろいろ持っていかなきゃいけないものがあるので、その僕がパッキングするだけの動画ですね。面白いかどうかわかんないんですけど、でも僕、他の人がパッキングする動画とか、他の人のカバンの中に、何があるかとか見るのが結構好きなんですよね。なので、自分でもやってみようかなと思って、今これ撮ってるんですけど、普通の人とちょっと違うポイントがあって、僕ちょっと潔癖症があるんですよね。潔癖症っていうのは、なかなか、汚いものが好きじゃないっていう、みんな汚いもの好きじゃないと思うんですけど、それの、やばいバージョンですね。その汚いもの、本当に汚いものだけじゃなくて、普通の人にとってあんまり汚くないものも、あんまり、触りたくなかったりするんですよ。例えば、そのバスとか電車で、その席に座るのもちょっと難しくて、とか、電車の中でも、なんか持つところありますよね。持つところも僕ちょっと持てないんですよね。なので、ちょっと潔癖症のパッキングっていうところもあるので、それもちょっと、見せられたらなと思います。じゃあ、ちょっと、パッキングしていきましょうか。まずですね、僕旅行の時、スーツケースほとんど使わないんですよね。普通にスーツケースって、いつも手に持たなきゃいけないからめんどくさいし、なんか、スーツケースを家に持って入るのもあんまり好きじゃないんですよ。もちろん長い旅行とか外国に行くときはスーツケース持っていくこともあるんですけど、普通はほとんどリュックなんですよね。っていうのも、スーツケースで行ったら、帰ってきた後にね、僕お風呂で全部洗うんですよね。そのスーツケースの、ウィールの部分ですね。で、それがちょっとめんどくさいし、時間がかかるので、できるだけね、大きいリュックで、いつも旅行をするんですよね。で、僕がいつも持って行ってるのは、このアディダスの大きいリュック。30リットル、40リットルぐらい入るめっちゃ大きいバッグ。じゃあパッキングしていくんですけど、そういえばこれポケモンの椅子これ僕15年前ぐらいにポケモンじゃない、コンビニのくじで当たって、で、そこから使ってるんですけど、僕家の中であんまり椅子に座らないんですよね。大抵立ってるので、あまり椅子がなくて今これ使ってるっていう感じですね。じゃあまず服から入れていきたいんですけど、もう服を全部、準備しちゃったんですよね。っていうのも僕、このリュックの中に直接服を入れたくないんですよ。その全部ね、こんなジップロックとか、袋の中に入れてから、リュックの中に入れるので、最初にもう準備しちゃいました。僕そんなにおしゃれじゃないんで、そんないい服とかも持ってないから、いいかなって思って。で、これは上の服、上のインナーですね。僕、これと同じ服、5枚、全く同じ服を持ってるんですよ。なので、これと同じ服が今、リュックの中に入りました。で、これが僕のパンツと靴下ですね。見たくない人もいますから別に見せないんですけど、僕パンツもこの上のインナーと同じで、全く同じものを5枚持ってるんですよね。それで毎日違うやつ履くっていう。それから僕の持ってる服ほとんどユニクロなんですよ。90%ぐらい。これもユニクロ。で、パンツもユニクロ、靴下もユニクロ。で、これ、アディダスですけど、ほとんどはユニクロなんで別に面白いこともないと思いますね。次がですね、このタオルかな。僕、さっきもちょっと話したんですけど、僕、潔癖症なんですよね。なので、時々ホテルのタオルが使えなくて、それで、旅行に行くときは大抵自分のタオルを持って行って自分のタオルを使うっていう。で、服の最後、これ服じゃないんですけど、洗濯のネットですね。洗濯のネット皆さん使ってますかね？その洗濯するときに、もう自分の洗濯しなきゃいけないものをもうネットの中に全部入れて、で、帰ってきて、そのまま洗濯するっていう感じなので、僕は、洗濯ネットもいつも持って行っています。で、今もう服は全部入れ終わりました。これだけですね、服は。で、次がですね、そんなに、
皆さんにとって面白くないものだと思いますから、あんまり紹介はしないんですけど、これは僕のガジェットポーチですね。なんか充電のケーブルとか、モバイルバッテリーとかね、そういう小さいものがいろいろ入ってる、ものですね。で、もう一つ、僕最近、カメラを買ったので、これ、カメラのカバンなんですけど、カメラバッグもこの中に入れます。で、今はね、ガジェットと服が、リュックの中に入ってます。で、あとは、僕が旅行の時にね、いつも持っていくもの、これはちょっと紹介しやすいので、紹介していこうかなと思うんですけど、まずね、傘ですね。僕、雨の日も晴れの日も、傘持っていくんですよ。これ、ユニクロで買ったんですけど、なんか旅行の時にね、雨に濡れたら結構テンションがね、下がっちゃうじゃないですか。で、旅行の時にテンション下がるのってもちろん嫌なので、僕はいつも持っていきますね。それから雨じゃなくても、晴れの日でも、たまにね、傘使うんですよ。僕ちょっと肌が弱くて、あまり太陽に当たったら、肌が赤くなってめっちゃ乾燥しちゃうんですよね。なのでお医者さんからあんまり太陽の下にいないでくださいっていうこと言われてるので、僕は傘はいつも持っていかなきゃいけないんですね。で、次がこの、ポーチなんですけど、これはガジェットのポーチじゃなくて、僕のポーチですね。こんな、小さいポーチなんですけど、まず、日焼け止め、僕いつも持っていくんですよ。っていうのも、さっきもちょっと話したんですけど、僕本当にね、肌が弱くて、日焼け止めを塗らないといけないんですね。日焼け止めを塗っても太陽の下にいると、ちょっと肌が乾燥して、顔がめっちゃ赤くなっちゃうんですね。なので、夏でも冬でも、いつも、日焼け止めを持ってますね。で、これ前、少しポッドキャストでも話したんですけど、ミンティアもね、いつも持ってるんですよ。なので、ミンティアもこのポーチの中に入れてますね。で、次が、これ、セイロガンっていうね、お腹の薬なんですけど、なんか旅行の時とか、なんか食べ過ぎたりね、ちょっとあんまり好きじゃないっていうか、あんまり食べない方がいいものを食べて、お腹が痛くなっちゃうとか、時々あるんですよね。なので、これお腹が痛い時に使ったらめちゃくちゃ効く、薬ですね。多分日本人だったらみんな知ってると思うんですけど、僕外国で住んでたこともあるんですけど、外国に行く時も、他の薬は、外国で買った薬も飲んでたんですけど、このお腹の薬だけはもうこのセイロガンね、めちゃくちゃいい。ちょっと匂いがね、強いんですけど、これ本当にいい薬なので僕いつも持ってるんですよ。旅行の時はね。で、これがこのポーチで最後のものなんですけど、香水ですね。アッカカッパっていうブランド、イタリアの、香水なんですけど、僕、もう高校生の時からこれずっと使ってて、本当に大好きなんですよ。もう大好きすぎて、出かけない時も、家にいるのに、香水、この赤カッパ、毎日使って、今も僕の匂い、これですね。なので僕の匂い、別に匂いたい人いないと思いますけど、匂いたかったらね、この赤カッパっていう香水、本当に、僕の、もう100%僕の匂いなんで、匂ってみてください。で、最後にもうちょっとだけあって、これも、僕っぽいっていうか、潔癖症なので、この、ウェットティッシュ。なんかレストランの机とかね、ちょっと汚いものがあったら、このワイプ使って、いつもちょっと掃除するので、これもいつも持って行ってるのと、プラス、これ、消毒液ですね。これもね、旅行だけじゃなくて、あの、どこに行くときも、これを持っていくんですよ。普通に、旅行じゃなくてレストラン行くときも、このアルコールのスプレーだけはいつも持って行ってますね。最後は別にあんまり大切なものじゃないんですけど、この、コンタクトレンズと、僕また肌が弱いので、その肌がね、乾燥した時に、ちょっとステロイドを塗らなきゃいけないんですよ。で、ステロイドのこのバセリンを、塗ったら、ちょっと、肌が良くなるので、これも一応ね、持って行ってるっていう感じです。で、これがね、僕がいつも旅行の時持って行ってるセットですね。服と、
ガジェットとかカメラと、僕のこの除菌のものですね。他にもね、そのスリッパーとか歯ブラシとか、そういうものも持っていく時があるんですけど、今回は、国内旅行、日本の中の旅行なので、別に、なかったら、必要があったら向こうで買ったらいいかなと思って、今回はちょっと少なめの荷物になりました。これがね、あんまり興味があるかどうかわかんないんですけど、もしここまで見てくれてたら嬉しいです。じゃあ、今日もありがとうございました。